どうも、こんにちは。組み込みチャンネルにようこそ。では、早速、始めるよ。今回は、CPU にとって身近な存在である、デジタル回路について解説するよ。デジタル回路に使われる素子は、IC がほとんどになるね。CPU 以外にも、デジタルで動くものがあるんだね。ハイとローしか認識しないのがデジタルだったよね。そうだね。ただ、回路上では電圧でハイとローしか出てこないんだけど、AD コンバータのように内部的に、数値、を持っているものの、デジタル、と言えるんだ。まず、誤解しやすいところから、デジタル回路というのは、アナログ回路の中でも特殊な動きをする回路とも言えるんだ。なので回路として考えなくてはいけない要素は、アナログ回路と変わらないよ。そして一般的に、デジタル回路はノイズを放出しやすいゆえ、ノイズの影響も受けやすいんだ。ただ、ハイとローしか見ないという特性上、ちょっとしたノイズ程度なら問題ないんだけどね。デジタル回路の方がノイズの影響を受けやすいのは意外だな。ハイとローの2段階しか見ないから大丈夫なだけで、強い回路というわけではないんだね。なんでそうなるんだよ。それを説明するには、インピーダンス特性と、高超波の知識が必要になるね。デジタル回路はインピーダンスが高くて、高超波成分も多いとだけ今は理解しておけばいいよ。インピーダンスや高超波については、また改めて解説するよ。ソフトウェアエンジニアにとっては分かりにくい概念だし、知ることの重要度はそんなに高くないからね。では、デジタル回路で使われるものを紹介するよ。最近使われるものは大体このあたりだね。論理回路は、AND、OR、NAND、NOR、インバータ、エクスクルーシブ OR などをやってくれる IC だよ。NOR は、ワイヤード OR といってトランジスタの組み合わせでも可能だけど、他は IC を使うのが普通だね。信号の論理演算は、単純に複数の信号を接続すれば、AND や OR ができるでしょ。というのは危険なんだ。プッシュプル出力の配線同士をつないでしまうと、故障の原因になったりするよ。プッシュプルってなんだっけ？あと、なんでプッシュプル同士を接続すると危険なの？プッシュプルについては、GPIO の解説で名前が出てきたね。出力回路はこんなイメージで、スイッチの役割はトランジスタがやっているよ。どちらか一方をオンにすることで、ハイかローを出力するんだ。さて、そんなプッシュプルの回路を接続してみるよ。こんな直接接続はしないけど、どんな経路であれ、結果としてこれと等価になるんだ。ここで左からハイ、右からローを出力すると、どうなるかな？左側はハイ側のスイッチがオン。右側はロー側のスイッチがオンになるよね。そうすると、左側の電源から右側のグラウンドに電流が流れるね。そう。つまり、これは電源とグラウンドがショートしている状態になるんだ。大電流が流れて、トランジスタが焼損してしまうんだよ。このように、安易に配線を合流させて、論理を得ようとしてもリスクが高いんだ。基本的に論理回路をきちんと使った方がいいよ。論理回路を使わずに、論理を得られる回路は、ワイヤード OR といって、OR か NOR しかできないよ。図で表すとこんな感じ。さすがに直接接続とまではいかないんだね。どちらもダイオードかトランジスタが必要という。そういうことだね。ちなみに左がNOR、右がORになるよ。ダイオードは電圧硬化するし、トランジスタはオンになった時に電流を消費するので、論理回路のコストと天秤にかけて選ぶといいよ。では、次にバススイッチ。これは複数の配線を、一度にオン、オフするものなんだ。オフの時、CPU から見て反対側はハイインピーダンスになるよ。バス、という言葉が名前に含まれているけど、バス接続されているものにしか使えないわけじゃないよ。あくまでも複数の配線を、一本の線でオン、オフすることができる、というデバイスなんだ。仕組みはわかったけど、使い道がよくわからないな。どんな時に役に立つものなの？アイデア次第。
と言ってしまえばそれまでだけど、よくあるのは、CPU がリセット状態で、出力が不安定な時に、外への影響を防いだりするような、フェールセーフの用途が代表的かな。なるほどね。じゃあ、ここにある抵抗は何のためのものなの？これらの抵抗は、グラウンドにつながっているけど、こういうのを、プルダウン、というんだ。抵抗を電源側につなげると、プルアップ、になるよ。これらはハイインピーダンス時にローやハイにする役割があるんだ。バススイッチがオフの時、出力側が全てハイインピーダンスになるのを避けているよ。出力先の IC で、決まった状態にしてほしいようなら、プルアップとプルダウンを併用したりもするんだ。そして、バススイッチのオン、オフを切り替える信号自体も不安定になる可能性があるので、これもプルダウンすることで安全方向になるように対策している、というわけ。アナログでもデジタルでも、インピーダンスが高い状態というのは、ノイズに弱くなるので、必ず回避するように注意が必要だよ。プルアップやプルダウンをすることで、インピーダンスを下げる意味もあるんだ。ここでもインピーダンスというキーワードが出てくるわけだけど、それだけ重要だということだね。続いて、レベルシフタ。これは単なる電圧変換だよ。デジタル回路ではハイが 3.3V だったり、5V だったりすることがあるんだけど、3.3V を 5V に変換したり、その逆を行うことで、ハイのレベルの整合性を取るんだ。CMOS 電圧なら 3.3V、TTL 電圧なら 5V、というように決まっているよ。電圧が違うのに直結させると、誤動作したり壊れたりするので、相手に合わせてあげる必要があるんだよ。もちろん、一番いいのは電圧レベルを揃えた回路を設計することだけどね。レベルシフタもただじゃないから、よほどメリットがない限り、違う電圧レベルの回路を組み合わせることはないよ。続いて、シュミットトリガー。デジタル電圧も配線が長くなると、配線の抵抗で電圧が下がるんだけど、そこにバッファという回路を入れて、再駆動することがあるんだ。これは、バッファ回路の一種だよ。今は、バッファ回路そのものがシュミットトリガの動作を元から持っているので、シュミットトリガという単語は聞かないかもしれないね。シュミットトリガの機能は、ハイとローの敷域にヒステリシスを持たせることで、ノイズに強いデジタル信号を作ることなんだ。ヒステリシスって何なの？もうだいぶ話についていけないんだけど。ヒステリシスというのは、一定の敷域でハイやローを決めるのではなく、敷域でハイになったら、その敷域より少し低い電圧になるまではハイを維持するんだ。ローの時は逆だね。例えば、極端な例として、ものすごくノイズが乗っているパルスが来たとしよう。その時、単純に敷域だけ見ると、本当は一つのパルスなのに、下のようなパルスになってしまい、誤作動を引き起こすんだ。厳密にはこんな動きはしないんだけど、敷域だけでレベルを決めるのはノイズに弱い、ということだけ理解してもらえればいいかな。なるほど。敷域付近で電圧が不安定になった時に、敷域をまたいでしまうことで、結果として得られるパルスも不安定になってしまうわけだね。そういうことだね。では、ヒステリシスを持たせたシュミットトリガでは、どうなるかを見てみよう。ちょっと見づらいけど、ハイの区間が破線から始まって、点線で終わっていることがわかるかな。このように、敷域を超えたら、少し低い電圧になるまでハイのままにするんだ。この差分を、ヒステリシス、というよ。ロー側にも、同様にヒステリシスを持たせることで、ノイズに強いデジタル信号を作れるんだ。この仕組みを持った回路をシュミットトリガー、と呼ぶんだよ。回路図では、このように描かれるよ。上の、単なるバッファ回路でも、シュミットトリガの機能を持っているものが増えてきているので、下のように明示されているものとの区別に注意がいるんだ。シュミットトリガ回路の図の中にある変な記号みたいなのは何なの？これは、立ち上がりのタイミングと、立ち下がりのタイミングが、ヒステリシスの分だけずれることを意味しているんだ。詳しくはググって調べてみてね。最後に通信で動作する IC。これは説明は不要だね。SPI や I2C などで通信することで、データをやり取りする IC のことだよ。最後は随分あっさりだな。
初級編で十分説明したと思っているからね。今回の解説は、ここまでかな。わかりにくいところがあったらコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。